んにちは、モナコのもう一品クッキングです。今日はね、時短のおせちをしたいと思います。どうして時短かというと、この酢だこ切ったのを買ってきたからです。それときゅうりと合わせます。それからね、エビのうま煮のエビはまた冷凍したものなので、水に解凍してすぐ使います。それからあとはね、ブリは普通に焼いていこうと思います。はい、お願いします。タコからしましょう。切ってあるからね。先にエビを水に浸して解凍しますね。きゅうりを輪切りにしていきます。塩をちょっと振りますよ。塩を振って混ぜましょう。塩を振ってちょっと5分ほど置きますよ。で、水を絞ってね。そしてタコの切ったのとこれラクですね、合わしたいと思います。ブリをね半分にねしますね。わ、これすごい熱い。これ熱すぎますよね。これ熱いでしょうね。これ熱い。ちょっと失敗。うわ、こっちも熱い。焼きやすいようにちょっと半分にしたいと思います。難しいね。よいしょ。はい、切りました。これにちょっと塩をね、塩をしますよ。塩をして水分出しましょう。塩をしてブリは10分ぐらい置いときましょう。はい。きゅうりの水気を絞ってタコと合わせますね。甘酢だれを作っておきますね。酢が大さじ2個入れました。醤油少々。醤油色。もうすでにね、タコには酢だこって言って味付いてるのね。お砂糖を小さじにちょっと、小さじ半分ほど入れました。これを混ぜます。分量はね、後で概要欄に書きますね。はい、あとはね、
切ってくれている酢だこをもともと味ついたタコにまた味付けて、これきゅうりはね水分を絞ってですね、タコに入れます。よいしょ。そして混ぜますね。タコときゅうりの酢の物。タコは酢だこのね、もう切ってあるのを買ってきたのでね、きゅうりをあえただけでとても簡単になってしまいました。きゅうりの味見しましょう。ちょっと、ちょっとね、みりん、ちょっとみりん足します。これでタコの味見もしてみましょう。タコすごい薄いね。よいしょ。すごいこれ。いただきます。はい、美味しくなってます。はい、酢だこの和え物完成です。ぶりです。ぶりをね、水切りしたいと思います。うわ、骨あった。それでフライパンで焼いていきたいと思います。はい、水切りしたので、このように焼いていきますね。ちょっと間違えましたね。小麦粉振るの忘れちゃったよ。残念なことをしました。気を取り直していきます。で、焼き色がつくまで焼きますね。焼き色がついたら次は煮詰めていきたいと思いますよ。タレを入れて、
容器に移していきたいと思います。はい、ブリの照り焼きやっとできました。ちょっと小麦粉振るのを忘れていてね、フライパンに入れてから振ってしまいました。ちょっと大失敗でしたね。そしてだしもちょっとタレもちょっと多すぎたので、アルミの落とし蓋してちょっとね煮ましたね。はい、でも一応できました。なんとか。今度はエビのうま煮をしていきたいと思います。だしの準備はしておきました。すでにお水とかね、醤油とか砂糖、酒、みりんなどを入れて準備しておきました。そしてエビも冷凍してある、一度煮た冷凍してあるエビだったので、下茹でしないでそのまんま沸騰したら入れていけばいいと思います。はい、茹でてね、で冷凍してあったエビなのでもういいと思いますね。1分ほど。1分ほど茹でました。はい、こうして冷めるまで待ちたいと思います。冷めるまで放置しときますよ。そしたらエビのうま煮になってると思います。はい、今日は3品しました。時短の予定でしたんですけど、ちょっとミスが多くてあまり時短にならなかったですね。はい、これはタコときゅうりの酢の物、これはブリの照り焼き、これはエビのうま煮でした。はい、今日も見てくださってありがとうございます。モナコのもう一品クッキングでした。